ちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、もう本当にね、寒くて寒いですね。はい、ということで、今日も暖房をつけております。はい、皆さんは最近どうでしょうか？寒くなってきて、服装が変わったりとか、なんかね、あったかいスープを食べるようになったりとか、いろいろ変化がありますでしょうか？はい、もしよかったら教えてください。はい、で、今日はですね、一人ではありません。はい。はい、一人でたくさん話すポッドキャストではなくて、今日はお母さんと一緒に話していきたいと思います。はい。なので、普段はですね、皆さんに対しては私は基本的に、丁寧な日本語を使ってるんですけど、ですますとかですね、丁寧形を使ってるんですけど、お母さんと話すときはもっとカジュアルにタメ口で話していますので、そちらの日本語も勉強していただけたらいいかなと思っております。はい。そしてですね、今日のトピックはと言いますと、後でも言うんですけど、はい、バレンタインについてです。はい。で、なんで今の時期なのかって思いますよね。はい。2月でいいじゃないかと思うかもしれないんですけど、はい、2月14日バレンタインデーはですね、私の誕生日なんです。はい。なのでその2月14日の近くは、誕生日の幸せな話とか、なんかどっか旅行に行って幸せだったこととかを話したいんですよね。誕生日ですって話したいんですよ。はい。なんですけど、今日話したい話は、バレンタインについてちょっとだけ苦しかったエピソードを話そうかなと思っております。はい。それをお母さんに話してみて、意見を聞いたりとか、ね、しようかなと思います。はい。なので、ちょっと苦しかった話なので、その誕生日の時にその話をあまりするのはちょっとなーみたいな、あまりしたくないなーって思いまして、でもちょっとエピソードとして YouTube に記録しておきたいなと思ったので、ちょっと時期をずらして、はい、この時期にそのバレンタインについて話そうかなと思います。はいね。この前クリスマスの、主に食べ物について話したばっかりで、今日はバレンタインとイベントトークが続いておりますが、今日もよろしくお願いします。はい、それではぜひお聞きください。また後でね。みずきです。チャンネル登録お願いします。やっほー。やっほー。もしもし、聞こえてますあ、か？うん、聞こえてるよ。見えてますか？見えてますよ。見えてますあか？はい、見えてますよ。はい、OK です。うん。元気？うん、元気よ。大丈夫よ。大丈夫。大丈夫よってなんだろう。なんか周りがね、うん。インフルにかかってる人が多くて、うん。だからちょっと怖いなと思って気をつけてはいる。そうね。うん、やっぱうん、冬、インフルは冬多いね。うん。そうだね。今、なんかすごいみたいだからね。気をつけうん。よう。うん。はい、気をつけて。はい。はい。なんか先ほど、まみちゃんからクレームが入りまして、え、なんでなんか、クレームじゃないよ。私が家でばっかり撮影してるから、背景うがつん。まらないとクレームそう。が入りました。じゃあもうさ、なんか背景よくさ、なんか変えるやつあるじゃん。なんか勝手に背景だけ変わるやつ。ああ、あるね。ああ、そういうのでもいいかもしんないけどね。じゃあ、うん。こんな感じ。おー、あ、いいね。なんかいいね。今日はじゃあそれで行ってみよいいんかい。なんかさ、うるさくない？う。うん。ああ、後ろ、確かに。ずっと波なんか、こう動いて。なんか動きすぎ。
もうちょっとこうなんか自然のこう動かないやつの方がいいかも。確かにすっごい風吹いてるし。確かに。さっきだってさ、あこう、外行って公園で撮っあ、うん、たらとか言われたけどさ、今寒いしさ、そう一人、だね、確かに。一人で公園行って撮るのもなんかね、そんあ、な YouTube 魂まだないからさ、勇なる気がないほど。しさ、ねえ、あ、まみじゃあ、ちゃん一後ろなんか緒に壁にさ、行ったらいいけど。こう、クリスマスシーズンだからなんか飾るとかやんないのかしら？あ部屋がね、ワンルあームあ、で狭いですからね。あとうん、フック、かけうん。るフックとかも全部服かかってますんでね。場所ああ、なるほど。がないですね。そうか、残念。でもさ、さっきさ、うん、スマホでいつも通りオープニングを一人で撮ってたんだけど、うで、ん、スマホを新しくしたって言ったじゃん。うん、うん。そしたらさ、ちょっとなんかカメラで映す幅が広くなっちゃって、まあいいことなんだけど、おー、そしたうら後ろん、の布団までちょっとだけ映っちゃって、で、ああ、ちょっと移動しようがないし、そこまでは。もういいやと思っうて、ん、コートとか洋服とかも見えてるし、布団も見えうん、てるし、背うん。景は寂しくはないよ。逆に、なるほ汚ど。い家が、逆にね。部屋が映あ、ってる。そうなんだ。なるほど。じゃあなんで今は真っ白だったじゃん、ちゃいや、んと。今は、このパソコうん、ンで撮ってるから、うん。いつもああ、そういパうこと？ソコン置いてるところの後ろは、壁しかないのよ。真っ白な。ああー、なるほど、なるほど。そういうだからまあ、ことね。この移動してったらあ服が見えるんだけど、あ、ああ、なるほどね。あ、上を移じゃあもう動しないと。はい、海のやつ大丈夫です。えー、わがまむしろ、まなんかね。寒そうになってきた。本当に風すこの、ごいだよ。だってこの後ろ。お人。かしい。じゃあ、うん。あ、そういうのがまだ安心して見てられるかも。サンフランシスコって書いてある。おー。あ、いこれ、ろいろできるんだね。これか。うん。あ、そう、そうこれいうやつとか。か。これどう？うん。オーロラ。これ動いてるな。ああ、そうだね。動いてない方がなんとなくやっぱりいいかもしれない。ああ、じゃあ、これ。ああ、いいんじゃない？落ち着いててシックで。どっちがいい？ミズキの好きな方でいいよ。うんうんうん。こっちの方が明るいかな、ちょっと。そうね。それはなんか夜。でも別に全然平気だけど。ちょっとうん。苦しかった話を今日するんだけど、どっちがいいと思う？ああ、じゃあ今日はこっちの方が合ってるかも。星の惑星の方が。じゃあとりあえず、ちょっとの間これで行ってみようか。あの、まみちゃんはこれがいいって言ってますけど、皆さんいはい。かがですか？普通の真っ白い白。壁か、こういう、あえAI じゃないけど、パソコンの背ー、うん。景か、どちらが良いでしょうか？はい。それでは本日はい。ははい。宇宙からお届けしてまいります。おー、やっほー。はい。はい。で、はい。そうですね。今日のトピックは、はい。じゃじゃん。じゃじゃん、バレンタインについて。もう今、クリスマスシーズンだけど、バレンタインについてね。なるほど。はい。はい。なんで今うん。話して、今動う画をん。投稿するかっていうのは、さっきちょっとうん。一人の時に話したんうん。だけど、あうん。の、誕生日じゃないですか。バレンタイン。うん。2月。そうだね。バレンタインデーが誕生日だもんね。うん。そう。だから、その、誕生日ぐらいの時期は、なんか、誕生日です。幸せっていう動画を上げたいから、バレンタイなるンでほど。ちょっと苦しかった話は、その時期に話したくないから、今話そうって。おー。なるほど。なるほどね。うん。はい。はい。いいでし時期をずょうかね。らしてね。うん。はい。
なるほど。いいんじゃないでしょうか。なので、はい。もし、うん。バレンタインデーなんかやったりとか、誕生日なんかやったら、またそれはそれで2月に出しますよと、動画うをね。ん。うん。うん。なるほど。はい。了解。そんな感じで、じゃあ、あまり長くならないようにう話そうん。と思いますが、はい。あるバレンはい。タインデーの季節に、はい。この物語は起きました。はい。これはですうん。ね、うん。私が、大学を卒業して初うん。めて入った会うん。社でうん。働いていた時でしたね。はい。うん。なので、もう今うん。2025年だから、うん。3年前ぐらいかな。うん。うん、そうだね。会社入って初めてのバレンタインデーがやってきた時。うん。うん。で、なんか、まず、じゃあ、日本のバレンタインデーってどんなことをしますか？チョコレートを、まあ、ざっと、なんだろうね。全体的には、うん、女の子が男の子にうん、あげるうん、のが、一応昔からちょっとメインみたいな感じだったかな。うん、うん。あとは、うん、まあ最近は友チョコとか言って、うん、あの、友達同士うん、で、まあ学生の子とかなんかは、まあたくさんね、クラスとかにみんなに配るんだとか言って、水木もね、うん、何十個も作って、で、うん、こう、みんなにこう、バーって配って、お互い交換するイベントみたいな感じが、最うん。近はそんな感じかな。うんうんうん。そうね。じゃあさ、友チョコ友達同士であげる友チョコってさ、昔はなうん。かったの？なかったね。うん。そうなんだ。うん。そういう言葉はなくて、まあ、うん、一応、だから、なんだろう、本命の人に、うん、こう、作るの時にもうちょっとできるじゃん。だってなんか作ったりすると。だからうん、そういうのを、じゃあ、友達にもちょっとあげる、交換しないみたいなのは、まあ少しはあったけど、その大々的になんかこう、クラスの女子全員で交換するとか、うん。そういうのはなかったと思う。うで、ーん、謎に男うん、の子からじゃなくて、女の子から男のうん、子に告白するとか、まあ、あとうん、は付き合ってると、彼氏にとか、まあ、そういう感じがうん、多かったかな。で、ホワイトデーのお返しでは、男性が女性にみたいな、うん、お返しみたいなうん。風習だったかな。うん、ママそうね。が若い頃はね。うん、うん。うん、で、さっき本命っていう言葉が出て、一応、コメント説明しておきますと、本あ、命っていうのは一応うん、の日うん、本語学習者向けのチャンネルなので、あ、説明さはい、せていただきます。本はい、命っていうのは、自分が、うん、一番恋愛的に好きで、一番自うん、分がチョコを渡したい人のことでああ、すね。うん、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 うん。そうですね。うん、うん。はい。で、なんか、そもそもさ、なんでうん。日本ではバレンタインデーにチョコをあげるのかっていうのはうん、でも、疑問にあったけど、アメリカとかからやってきた、習慣みたいだよ。でうもさ、んうんうん。なんか前まみちゃんが言ってたのはさ、うん。私が生まれたぐらいはあんまなかったみたいな。なんか、どっかのチョコレート会社がキャンペーンやって、それが始まったみたいな。いや、じゃあもう、ママが、えっと、小中学生の時にはもうあったよ。うーん、だからそれよりもっと前よ。もっと私の、うん、えっと、お父さんお母さんぐらいの時代はうん、多分あんまりなかったとう思う。ーん、で、その頃に、多分そう、日本のチョコレート会社が、うん、アメリカでそういうバレンタインデーっていうのがあうん、ると。
で、それに目をうん、つけて、それを日本でも流行らせたら、うん、チョコがね、すごい売れてくれるんじゃないかっていう、まあ、そういうのって考えるじゃないみんな。だうん、から、そういう会社で、じゃあ、そういうふうに、こう、イベントにして、バレうん。ンタインデーっていうのはこうやってチョコレートをあげるもんなんだよ、みたいなのを広げて、で、今がある。そうどこ？そうそアメリカ？そう、多分アメリカだと思うよ。で、アメリカは、えっと、女子から男子とか、そういうのはなくて、うん、だから本命、好きな子には、うん、どっちからでも、男子からでも女子からでも、なんかあうん、げるみたいな、どっちでも OK みたいな、うん、そういううん。ことは聞いたことがある。うんうんうん。おー、なるほど。うんじゃあ、ちょっうん、とアメリカ人の方は教えてください。そう、ごめん、すっごい違ったらごめんなさい。ほんまに。なんかはい。一応それで、うん。はい。日本のやつは調うん。べたんだけど、うん。まあ、チョコレート会社、日本のチョコレートうん。会社が、うん。バレンタインには、なんかうん。女性が愛を告白する日みたいな。うん。で、うん。女性からチョコレートを送りましょうっていううん。キャンペうん。ーンをやってしまったせいで、うん。我々女性はチョコを作らないといけないという。作らなくてもいいよ。買ってきてあげたまあね、りとか。うん。うん。そうだけど、なんかうん。さ、この前の動画で話したけど、クリスマスはうん。ケンタッキーのキャンペーンに日本は支配さあれて、あ、うん。フライドそんなチキンに支なって、配って。で、バレンタインはチョコレートうん。会社に支配されて、チョコを女性があげるっていう風にうん。なったとまあ、いう感じですね。そうかもね。うんうんうん。そう、だから日本はうん。あんまり宗教を信じてる人は少ないけど、そううん。いうキうん。ャンペーンとかでなんかうん。動かされてるのは多いなって思った。そうだね。イベント好きなのかもしれないよね。そううん、いうのね。うん。だって、そう、うん、そう、クリスマスとかも多分そうだろうし、うん、あとはハロウィンなんうん、かも、ハロウィンはそれこそ最近な気がする。なんかママが子供の頃とかはうん、なかった気がする。ハロウィンのあんまりそういう仮装してみんなにうん、キャンディーが、そういうのあんまりやってなかったけど、ね、うん、みずきが小さい頃はなんかもうそういうのがこう、やるもんですよ、みたいな感じ、幼稚園うん、とか、そのぐらいの感じの頃には、なんかもうそういうのが浸透してたから、うん、そういうイベントが日本はこう、ね、好きなのかも、みんなね。ううん。ん、それはあるかもしれないね。そうだね。うん。それで、みずきの話がなかなか、そうそう。っていう感じうん、で、バレンタインうん、があって、うん、あっそういうのて、説明しないとさ、わかんないでしうょ。ん、そうだね。うそう。っん、ていう前提がありまして、うで、ん、それはいいんだけど、その会社である出うん、来事が起きました。で、はい。そのバレンタインの1週間うん、前ぐらいにうん、うん、メールでね、来たんですはい。よ。そうん、の、上司ですね。上うん、司ではなかったけど、私よりも先輩だったかな。年上うん、の、うん、女性の先輩社員の方からメールがうん、来ました。うん、うん、で、その会社で、まあ、何箇所うん、かね、お店があったんだけど、そのうん、私がいたお店うん、で、その女の人は、そのおうん、店で働いている、女性社員みんなにメールを送ったと。うん、うん。で、そこで、バレンタインデーで、うん、男性の方々に、チョコレートをあげるので、そのお金を集めてもいいですかみたいな。っうん、ていうメールが来て、うん、うん。でも、無理な方は言ってくださいみたいな。うっていうん、のが来て、で、会うん、社でそれを経験したのが初めてだったんですね、私は。うん、うん、で、まあ、何も思わない人は何も思わないと思うんだけど、私という人間は、なんか、
女だからこれをしなさいとかあいうのがすごく嫌いなんですね。私の血が流れてしまっているかそう。だから。ら、はい。別うん、に、女性として生まれて、うん、心も女性だし、普通うにん、可愛い服とかもたまに着るし、それうん、は全然、女性なんですけど、うん、でも、バレンタインうん、デーに私が誰に、あげるかっていううのは、ん、私が決めたいとうん。はい。なるほど。いううん、感じなうん、ので、わかるよ。うん、うん、うん、それがすごくね、引うん、っかかったんですね。うん。うん。当時相談されましたね。うん、そう。すごくう悩ん、んで、うん、で、なんかね、会社でやってることだから、しうん、かもメールで来て、う仕事ん、の一つなのかなみたいなうん、感じもあったし、うん、そうね、多分嫌だって言っても大丈夫なんだろうけど、基本はうん、皆さんお願いしますねっていう感じだったうん、から、う断りづん、らいし、どうしようかうん、なっていうふうにうん、思って、で、うん、まみちゃんにも相談して、考うえん、て、考えて、考えうた結ん、果、うん、金額はすごく小さかったんだけど、うん、う500ん、円とか。うん、だったんだけど、そうれにん、参加するっていうことがすごくうん、嫌だったので、ううん、ん、だから、ごめんなさい、ちょっと参加できませんってメールを送ったんだよね。うん。うん。で、よく考よし、えた結果ね。うん、よく言ったぞとうん、思って、うん、それは終わったんだけど、今度、うん、ホワイトデーがやってくるじゃないですか。うん、ね。うん、で、日本でバレンタインうん、デーで、基本チョコをあげたら、もらった人はホワイトデーうん、に、代わりうん、に何かあげるお返しをするうん、っていう文化がありますね。うん、うん。で、あるね。えーっうん、ごめんなさいね。ちょっと批判になってしまうかもしれないですけど、なぜか、うん、女性社員全員でうん、1人ずつうん、500円出して、少し大きめの箱のお菓子を、それをあげましたと。だからそれうん、箱開けて、男性のみんなが取っていくみたいな感あじだったんだあ、けど、うん、お返しうん、はなぜか一人ずつ男性からうん、うん、お菓子が来るっていう。だからおー、大量にお返しをもらうっていう。ああ、なるほど。っていうので、それがあ欲しかったのかなってちょっと思っちゃったのと、あ、あそう。あと、ちょっと苦しかったのが、私あ、は、うん、払ってないから、もらえないうん、のは当たり前うん、だし、それはうん、全然いいんだけど、あの、じゃあ、ある男性が来て、はい、これお返しうん、ですって、うん、女性ね、メールを送った女性の人に渡したら、じゃあそのうん、女性の人がありがとうございますってうん、言って、すぐ開うん、けて、で、うん、私もいる中、こうね、女性に一人一人にみんなに配って、で、私を避けて、配っていくっていう。ちゃんとそこは忘れてないんし、だ。うん、そう。当然ね、払ってないのうん。で、まあ、それはね、そう、そうそうそう、それは断ったんだからい当たりいんだけどね。前なんだけど、全然、もちろんいいんだけどね。見えないとこでやってくれたら嬉しかったなとは思ったね。ああ、うん。なるほど。ああ、そういうね、心遣いはちょっとあまりなかったそう、のね。そう。っていううん。感じまあ、しょうがで、ないけどね。うん。そうそうそう、しょうがないけど、うん。もううん。なんだろう、会社でやるうん。とか、あと、なんうん。か、集団でうん。やるとか、そういうのでやうん。るバレンタインデーはすごく嫌だなっていう思いで。ああ、自分の意思とは関うん。係ないうん。もんね。そういう感じだとね。そう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 ん。う。うん。でもなんかそうだね。日本ってなんとなくほら、例えば接待とか、会社うん。のそういうなんか、みんなで何かをしましょうとか、まあ、うん。そういうのをなんか素晴らしいみたいな感じのおもうん。てなしをするみたいなのが結構ほらなんか文化的にね、うん。そうなんか根強い気はする。古い時代から。
だからそれうんが今ほら、だんだんそう言ってほら、水木みたいに、なんか疑問を感じたり、なんかそういう、なんかやっぱちょっとなんかおかしいんじゃないのとか、そういうのをちゃんうんとこう考えるっていう時期になったんじゃないかなと思うから、別にね、うんいいんじゃないそうやって思う、その貴重な人っていう感じ。そうそうそう。だって確かにねって思ったりするけど、なかなかほら、なんていうの言えなかったりするじゃないやっぱり。うんうん、勇気ないし、まあいいや、みたいな。ちょっと変だなと思うけど、まあいいやっていうさ、なんか、うんこう、妥協というか、諦めというか、そういうの多いから、どうしてうんもね、集団になっちゃうとね、なんかその後なんか言われんじゃないかとか、ね、いろいろ。でもほら、それをいろいろ考えて、でも勇気を持って、やっぱ自分が違うと思ったことは、ちゃんとうん聞き通したわけでしょだからそれは、それで私は、素晴らしいと思ありがとう、フォローしてくれて。う。うん。うん。そうそう。なんか、そう、こうん。れを多分うん。一人で動画撮っうん。て話したら、そうん。の場ではすぐにね、フォローしてくれる人はいないから、なんか、たうだ一人ん。で話して、なんかすごいただ怒ってる人みたいな、なったら嫌だなと思っああ、て、一緒になるほど。話そうかなって。うん。そうだね。なるうん、ほどね。うん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 。そそうか、そう。う。うん。でもこれはうん。一つの例で、なうんか、ん。あなたは女性だからこうしてくださいとか言われうるとん。すごく嫌うで、ん。うそう、ん。今すごい思い出したんだけど、なんかうそのん。会社に入った時のマうナー講ん。習みたいなやつああ、で、あったね。もう今最近ないと思うんだけど、あうの、ん。はい、座ったうん。時に、女うん。性は手をこう重ねてください。男うん。性は手をこうグーにして膝の上に置いてくださいってうん。言われて、マナー講うん。習でね、なんでやねんって思って。どこでもええやんな。そう。で手なんさ、て。うん。なんか、小中学生の時にやっうたかもしん。れないけうど、ん。もうそれをやらされるのがすごく久しぶうん。りで、で、うん。もっとね、自我が芽生えて、うん。嫌だっていう感情を持ってしまった後だったから、うすごん。く苦しくて、うん。なんでそんな強制させられるんだろうなと思って、あの、苦しみを抱えながら、このポーズをして座っていた。うん。その時は嫌ですって言わなかったのね。いや、さでもね、すがにね。その時はやっうん。たんだけど、うん。その後、うん。面談があって、たまたまうね。ん。うで、そのん。うん。時に言っちゃったんよ。別に言わなくてようん。かったんだけど、うん。すごく苦しかったですと。うん。どうしてそれをやらないといけないですかって。うん。うん。って言って、泣きながら言って、で、こんなことを言う私は、もうクビですかクビですかって泣きながら面談で言って、クビじゃないよ、大丈夫だよ、気にしないでって言われた。うん。なるほどね。うん。そういう感じで、ワンうん。ピースのルフィみたいに、自由にさせてくれっていう思ってしまう私がいるので、なるほど。とうん。ね、いろいろ人生で大変な思いをすることがあるんですけど、うさっん。き、なんかうん。血を受け継いでしまったって言ったけど、まみちうゃんはん。そういうのはあるんですか？あったんですか？ああ、そうだね。そのさっきの話で、まあ、ちょっと自分のことを一個思い出す。まあ、多分たくさんあったと思うけど、やっぱうん、一個その女性だからっていう感じで押し付けられてすごい嫌で反うん、発した記憶があって、そうん、れやっぱ私も会社に入って、うん、新人だった頃に、うん、まあ、結構大きい会社で人数もいっうん、ぱいいたのよ、そこのね、うん、店舗にね。それうん、で、やっぱ、謎に、女性社員だけが、うん、お昼ご飯の時に、うん、例えば12時からだったら、11時うん、50分とかになったら、自分の仕事、別の仕事あるわけじゃないんです。それを、うん、あの、辞めて、うん、で、
その10分とか15分前に、その給湯室、お茶室に行って、うん。昔はその給湯器とかなかったから、うなんかそこん。で、ね、お湯から沸かして、うん。当番、お茶当番っていうのがあって、で、女性だけなんで、お茶当番が回ってくると、うん。それで、お茶を、なんかこう、大きいポットうん。に、二つぐらい、そのうん。緑茶の方と、ほうじうん。茶の方みたいな感じで、おうん。茶をこう入れて、ポットにセットして、で、うん。お昼休憩になった時に、うん。それを、それは別に男性でも女性でも飲んでいいんだけど、うん。まあ、お昼にお茶を飲んでくださいみたいな雰囲気で置いとく、そのお茶のうん。場所に置いうん。とくっていうのをやらされたのよ。で、うその当ん。番が、こう、月に1回くらいかな、うん。回ってくるんだけど、うん。で、な女性んか、そだけね。れも、そうそう、女うん。性だけでおかしい。うん。変なのって思ってたわけ。なんか、うん。なんで女性が、ほら、お茶とか、お茶出しもなんかその当時は本当に女子が入れうん。てみたいな、結構あっうん。て、で、なんか、って思ってたのね。で、うん。ある時、私はなんか結構外にいろいろ出る仕事だったから、うん。なんかそのお茶当番の日にちょうど外出しなきゃいけない仕事があって、で、うん。そのお茶当番とかを仕切っている、こう、総務みたいなところの人に、うん。おばさんみたいな人に、明日ちょっとできません、言いに行った。うん。そしたら、なんか、そんな、なんか、お茶当番できないなんて、ちゃんと自分の部署の、その部長とかに、なんかお茶当番ちゃんとやれるように、なんか、日程調整するように言ってくださいみたいに言われて、いやいや、どっちがメインでお茶当番のために私いるわけじゃないし、みたいな。別の日と変わってくれとか言われたらまだよかったんだけど、なんか、他に大事な仕事うん、が被ってたってこと？そう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 、打ち合わうん。せとかそういう外に行かなきゃいけないし、普通にあるじゃない、いろいろね。そう、うん。そういうのがあったのに、それを文句言われたから、もうすごいそこで激怒して、まあ自分の上司にまあ言いに行って、おかしいでうん。すよねって言って、で、うん。それで一緒に、そう、自分の上司と一緒に、うん。その総務に行って、なんかうん。こう、お、大きな、こう、話になっちゃう。で、それからというものをなんかこう、私はなんかお茶当番の時にいつもいないうん。ダメな女子社員みたいな感じのことを、すごいその、総務のお茶当番命みたいな方々になんか結構いろいろ言われて、ちょっと大変だったっていう。えで、仕方ない。ー。外出ばっかりするような女性うん。の仕事がその当時はまだ少なかったから、うそう私はん。結構仕事をこう一生懸命こう、バリバリやってるような部署にたまたまいたから、うん。なんか、それちょっと、それも気に入らないっていう感じだったんだろうけど、まあそんなことがあったなって思い出して、なんでそれやんなきゃいけないんですかみたいなこと私も言っちゃってたから。うん。そうそう。なんていうのずっといるような、うん。ね、人とかがやるんだったらいいけど、ちょっと手が空いてるから、いや私ちょっとお茶でも入れましょうかみたいなのだったらいいけど、うん。なんか強制するもんではないでしょみたいな。うん。そう、当そうね。番が回ってくるのが、そう気に入りませんでした。あーなるほどね。なんか似てるでしょちょっと。そうだね。そこで何も言わずに我慢しないっていうのが似てるかも。うん。確かに。なんか、ね。そういうさ、家事なんか料理系とか、お茶を入れうん。るとか、そういうのうん。はやっぱり昔はね、女性がやるものっていうのがう多かっん。たから、ね、うん。そういうことは女性がやりましょうっていうのでそうだね。あって、うん。そうだね。それうん。で苦しい思いをしたっていうのは、なんかもう歴史とかで残るぐらいのことだと、そうだね。そううん。思うんだけ今だからだいぶ少ないと思うのど。うに、ん、そんな中でもまだそういうことが残ってるんだなって今うん。聞いてて思った。うん。そうだね。だから別うにん。なんかその料理しなさいとかお茶を入れなさいとかうん。大変な仕うん。事をやらされてるわけではないけど、自う分は普通にバん。レンタインデーに好きな人うにあん。げたい人にあげたりとうか、ん。ね、もちろん家うん。族、まみちゃんにあうげたん。り、お父さんにあげうん。たり、あとおうん。世話になった人にあげたりとかはう全然しん。たいんだけど、
あと女性なので女性チームに入ってください、男性チームにあげましょうねみたいな、そういうことがすごく嫌だっていう、そういう感じ。そうだね。わかる。うん、なるほど。はい、じゃあまみちゃんの意はい。思を受け継いで同じなので話せてよかったかな。うん。そうだね。うええ、ん。はい、よかった。一話したかっ人よりた。よかっうん。たからうん。聞いてくああ、れてあならよりがとかった。う。うん。どういたしまして。はい。結構深いはい。話だと思うから、ね、うん。皆さんにも聞いてもらって、そうだね。うん、うん。日本の文い化ろいろね。としてね、うん、うん。いいいろんなと思国の人の考えが知う。りうん、たいかも。うん。そうだね。ぜひうん。ぜひコメントで皆さんの国のことや、この日本の文化についての気持ちを聞かせてください。これがやりたい。やりたいのね。うん。はい。じゃあ、そんはい。なところで終わりはい。ましょう。今日はあはい。りがとう。はーい。またねはい。じゃあまたね。ー。バイバイバイ。バーイ。はーい。はい。ということで、いかがだったでしょうか。思ったよりですね、長く話してしまいましたね。うん。やっぱり、自分の経験を話すと結構ね、長くなっちゃうなっていう感じですね。はい。うん。なので、よかったら皆さんたくさんコメントお願いします。はい。今日の話を聞いてどう思ったかとか、あとは自分の国ではこんなことがあるよとか、何かあったらコメントぜひぜひお願いします。はい。ということで、ちょっと苦しかったバレンタインデーの話でした。うん。まあね、過去のことなので全然今はハッピーだしね、幸せなので全然いいんですけど、そう日本の文化に関係のあることでちょっと苦しい思い出がありましたよっていう話でした。はい、うん。これを話してそう日本の文化を知ることができるかなって思ったので、はいちょっと話したかったんですよね。うん。はい。なので最後まで聞いてくださった皆さん本当に本当にありがとうございます。感謝しております。2月14日バレンタインデーの近くにはもう幸せ全開の動画にしようかなと思っているので、今日はこんな感じにしました。はい。そして一つお知らせです。来週ですね、日本時間で12月16日火曜日夜8時半から YouTube ライブ配信をします。イエーイはい、この間初めての YouTube ライブ配信をして、今度2回目になります。はい。で、その時はですね、お母さんは一緒にはいないので、電話で参加してもらおうかなと思っております。はい。でも、お母さんと一緒にライブ配信するので、もし時間が合う方は、ぜひぜひ来てコメントしてください。お願いします。はい。それでは、今日の動画はここまでにしたいと思います。今日もチャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしくお願いします。はい。そして、日本語のオンラインレッスンもプリプリ愛登記でまだまだ募集しておりますので、興味のある方はぜひレッスンに来てください。はい。それでは皆さん今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。See you later. バイバーイ。